ガンダム F91 スペック分類試作攻撃型モビルスーツ生産形態試作機形式番号 F91 頭頂高 15.2 メートル本体重量 7.8 トン全備重量 19.9 トン主動力熱核融合炉ジェネレーター出力 4250kW スラスター水力 15530kg×4 4380kg×6 スラスター総水力 88400kg アポジモーター数51装甲材質ガンダリウム合金セラミック複合材開発組織サナリー所属組織地球連邦軍所属部隊反地球連邦組織討伐部隊第13艦隊所属エイブラムスペースアーク主なパイロットシーブックアノン概要地球連邦軍とサナリーが推進するフォーミュラ計画の一環として開発した試作型モビルスーツ本機の正式名称は F91 フォーミュラ91だが頭部デザインがガンダムに似ていたこともありコスモバビロニア建国戦争ではその力を借りる意味でガンダムの名称が加えられた低確率案当時連邦軍において MS の大型化多機能化に伴う諸経費の高騰は深刻な問題であり抜本的解決のために MS の小型化が推進されることとなった F91 は技術者たちの現時点でのモビルスーツの限界性能の達成という意思と構想のもとに開発されており機体の軽量化とジェネレーターの高性能化が進んだ結果パワーメイトレシオが飛躍的に向上しており前世代の機体とは別次元の高機動性を獲得するに至りブエスバーやビームシールドの稼働が可能となった開発はガンダム F90 の3号機であるクラスターガンダムと並行する形で進められ機体の基礎設計は F90 をベースに装備などの火器管制システムは F90V タイプの実戦データを参考にしている。また F90 がコンピュータの熱問題に悩まされたこともありその欠点を克服するために機体の冷却放熱性能も重視された MS を小型化するにあたりサナリーはジェネレーターの配置を従来の横置きから縦置きに変更する設計案を提言。これには強度維持や電動装置の取り回しなどの問題が積み重なったが MCA 多機能走行構造が考案されそれまでに考えられなかったほどの高密度実装の実現によりジェネレーターの機体外マウントが可能となった。この MCA 構造はかつてのサイコフレームの技術を応用発展し構造材そのものに電子回路を盛り込んだ技術であり機体フレームそのものに伝送機器の機能を持たせることで機体強度を維持したまま機体内の容積の激減と飛躍的な軽量化を達成。それにより本機は高い機動性を獲得するに至った。だが通常のパイロットが使用する場合にはリミッターが必要となりかつてニュータイプと呼ばれたようなパイロットでなければ本来のポテンシャルを引き出せない超高性能機となってしまった。よって登場したパイロットが F91 の最大稼働に対応可能かを判断するためバイオマトリクスによって構成されるバイオコンピューターが採用された。ヘッドユニットはセンサーアレイとしての機能に加え 60mm バルカンとバイオコンピュータのコプロセッサーによって構成されその連結構造のターミナルはコックピット周辺に配置されたバイオコンピュータのパラレルサーキットとハードコンピュータのパネルメントのリンケージユニット内の一つを装備している。頭部構造はバイオコンピュータの搭載に伴って F90 から大きく設計を変更されており頭部ユニットに冷却剤の点火及び排出システムが組み込まれることになった。ボディユニットはその容積のほとんどをコックピットとバイオコンピュータ関連のデバイスによって埋め尽くされている。コックピットは全天周囲モニターとリニアシートで構成されコックピットブロック自体が脱出ポットとして機能する標準的なコンポーネントを採用しているがリニアシートの後部にはバイオコンピューターとパイロットをリンクさせるためのデバイスが配置されている。ジェネレーターは背部に突き出た形で配置されその周辺はメインスラスターコンプレックスやブエスバー用の部材で構成される。アームユニットはその容積のほとんどをエネルギーサプライに費やしている。背部ジェネレーターからの膨大なエネルギーを供給し各種装備を稼働させているが
その際に発生した余剰熱は、肩のフィンをはじめ、機体各部から放熱される。レッグユニットは、機体の機動性を決定する最重要ユニットであるため、機体体積の半分を占める質量を持ち、ふくらはぎ部のリトラクタブルスラスターは、推進用の機動装備であると同時に、燃料を消費して、機体内の鮮熱を機外に排出することで、ショルダーアーマー内部の冷却フィンと同様の放熱装備としても機能する。機体が最大稼働を必要としていることが確認されると、機体のモードが変更され、運動の過負荷による機体ダメージの軽減に加え、バイオコンピューターを冷却するべく、各部冷却機構が稼働する。特に宇宙空間では、大気圏内のように放熱ができないので、頭部は冷却触媒を排出するため、フェイスガードが両方に収納され、エアダクトが露出する。それに伴い、金属剥離効果、密封が発生する。これは MCA 構造の副産物で、ラジエーターや触媒だけではなく、装甲そのものに放熱を行わせる機構であり、装甲の最外層が蒸散するように剥離し、機体から熱を奪う際、機体軌道の完成方向に、機体の輪郭と熱量、質量を持つ残像が発生する。この残像は主な材質が金属粒子であるため、レーザーなどセンサー類やパイロットの肉眼を欺瞞する。その多機能さを考えると一品物の高性能機で量産には向かない機体のように思われるが、よほど完成度が高かったらしく、UC0133 年頃には少数が量産されている。活躍練習艦スペースアークに搭載されていたが、バイオコンピューターを起動させることができず、死亡状態にあった。その後、リーズ・アノーのあやとりをヒントに起動に成功。シーブック・アノーがパイロットとなって、コスモ・バビロニア建国戦争を戦い抜いた。装備、機能、特殊機能、バイオコンピューター、機体主観性コンピューター兼サイコミュインターフェースデバイス、バイオセンサーとの連動でパイロットの技量を判断し、それによって機体のリミッターを制御する役割も持つ。パイロットと機体をつなぐ環応波のサブ増幅器は操縦席の後ろに組み込まれている。バイオコンピューターは高熱を嫌うため、最大稼働時には強制的に機体を冷却する必要がある。バイオセンサー、バイオコンピューターのリミッターの制御を兼ねる装置でリニアシートに設置されている。シーブックがバイオセンサーと自身のバイオリズムが合っていることを発言するシーンがある。サイコフレーム、極小サイズのサイコミュチップを鋳込んだモビルスーツ用の部材。サイコミュの主増幅器として操縦席の背に組み込まれており、パイロットとサイコミュの橋渡し役を担っている。機体を構成する MCA 構造もサイコフレームを発展させた技術とされる。 MEPE メタルピールオフエフェクト、金属剥離効果のこと。 MCA 構造の副産物で、放熱が触媒やラジエーターだけでは間に合わない場合、加熱した機体表面の装甲を分離することで熱を逃がす耐熱システム。機体の最大稼働中に起きるものとされる。装甲の表面にはタイビームコーティングのような特殊加工が施されており、これが最大稼働時に剥離することで放熱を行う。剥離したコーティングは機体の軌道完成方向にその熱量や輪郭等を残しているため、これを敵機のセンサーやパイロットの肉眼が MS と誤認するという想定外の事態が起きている。このため敵の撹乱等に有効であったフェイスオープン、フェイスマスク部装甲を開き、顔面部の露出を大きくすることで頭部コンピューターの冷却機能を強化する機構。なお、加熱がひどい状態の時は熱が添付蓄積され、冷却機能を失った冷媒をここから直接排出することでも冷却が行われる。もともとは他の既存ガンダムタイプ同様、フェイス部には特にギミックはなかったのだが、試験運用の際にバイオコンピューターが加熱し機能停止したことで急遽設けられた緊急冷却システムである。マスク下のフェイス部には鼻や口元を模したディテールがあり、このフェイスオープンによってより人間に近い外見となる。武装、必殺攻撃、頭部バルカン砲、頭部に左右一対2機装備設置されている機関砲。口径や連射速度は既存の 18m9ms と同機能のユニットだが、 F91 が 15m 級の機体であるため相対的に占有面積が大きくなってしまっている。メガマシンキャノン、胸部コクピットハッチ脇に左右一対2門装備されている。
東部バルカンより大口径で威力が高いが、反面装弾数は少なめとされているビームサーベル。左腰に2機装備する格闘兵装。当時の MS の標準兵装と同等の内部ユニットを使用しつつ、機能強化が施されている。ビームの生成をある程度任意に変更することが可能で、間欠式ビーム生成機能や高出力稼働に対応したエミッターを内蔵している。マニピュレーターで保持したまま回転させ続けるなど、長時間稼働させたままでの使用なども可能。ビームライフル。15メートル級の MS に最適化されたバランスを持つ F91 の標準兵装。出力の調整が可能で、長射程の通常ビームのほか、ビームマシンガンのような連射にも対応している。後に量産機にも供給されており、デバイスも非常にスタンダードなため、安定した稼働が可能。ビームランチャー。高エネルギーの光弾を射出する砲撃用の武装。ライフルと同じ原理のビームをパルス状に圧縮し、これを砲弾に見立てて射出するため、ランチャーと呼んでいる。原理的には、一年戦争にジオン軍が開発していたビームバズーカの発展型で、実体弾によるバズーカ系武装の強化兵器として開発されていた。ベスバー、V、S、B、R、ビームの弾速や収束率などを無段階連続帯域レベルで調整することで、発射されるメガ粒子ビームの性質を変更することができる。新機軸のビームライフル。これによって高速で高貫通力のビーム、低速で破壊力を重視したビームというように、ビームの弾種の切り替えが可能となっている。この装備はジェネレーターと直結する形でエネルギーを供給する必要があるが、使用しない場合でもアンバックユニットとして機能しており、機体の機動性を損なうことはない。F91 では背部ジェネレーターの左右にレイアウトされているが、大容量メガコンデンサの採用により、機体から切り離しても数発程度発砲することも可能。ただし、脱着可能な反面照準がブレやすく、衝撃で装備が喪失する等の欠点も有する。ビームシールド、ビームサーベルと同等のビームを膜状に展開する攻防一体の装備。ミノフスキー粒子の場をシールドジェネレーターの周囲に平面上に展開することによって、アイフィールドよりも効率よくメガ粒子を遮断する領域を作り出す。これにより防御に使用する以外にはデッドウェイトでしかない通常のシールドを携行する必要がなくなったため、機動性の向上に貢献している。F91 は腰部に予備のユニットを装備しており、投擲して使うこともできる。チャンネル登録、高評価お願いします。